ハロー、こんにちは、ダジャハオ、なるです。今回は日本で友達の結婚式に参加した時の様子を皆さんにシェアしたいと思います。今回も動画の中で日本語を少し教えたり、日本の結婚式の様子やちょっとしたマナーなども紹介したりしようと思っています。日本の文化や日本語などを学びながら楽しんで動画を見てくれたら嬉しいです。今回は私の大学時代の友達の結婚式でした。東京の白金という場所で結婚式が行われました。会場には2人の写真やイラストなどが飾られています。今思い出すだけでワクワクします。メインの儀式が始まる前にご祝儀についてちょっと紹介します。お祝いの場でお金の話になってしまうんですが、文化を紹介するためなので、これを見ている私の友達、許してください。ゲストとして参加する場合、日本ではお祝いとしてお金を渡します。これがご祝儀と呼ばれています。日本の習慣では、このお金は奇数にして渡します。奇数1、3、5などです。ネットで調べればわかると思いますが、最近の相場は3万円のようです。これをご祝儀袋に入れて受付の人に渡します。台湾、中国の文化では偶数のお金を渡すと聞いたことがあります。文化によって形式が違うので気をつけてください。時間になったので挙式をする会場に向かいます。挙式、愛を誓い合う儀式のことです。日本の結婚式は主に4種類あります。教会で行う教会式、神社で行う神前式、寺院で行う仏前式、参加者みんなの前で愛を誓う神前式。今回は神前式でした。この式場素敵ですね。2人が早く来ないかなとそわそわしている私たち。出てきました。結婚する2人、男性の方を新郎と呼びます。新郎さんが着ている服をタキシードと呼びます。かっこいい。そして女性の方を新婦と呼びます。私の友達、もう綺麗、かわいい、素敵。この道をバージンロードと呼びます。新婦さんはこのバージンロードを家族の方と歩いて新郎さんの元に行くのが恒例です。家族の方の手を離して新郎さんの元に向かうシーン、ちょっとグッときますね。自分が親だったら泣いてしまいそう。新婦さんが着ているドレス、ウェディングドレス。女の人は憧れている人が多いと思います。皆さんはどんなドレスを着たいですか？結婚式をしたことがある方はどんなドレスを着ましたか？ぜひ教えてください。挙式ではお互い誓いの言葉を言い合ったり、お互い指輪をはめたりします。誓いの言葉や手紙の内容、本当にお互いを思い合っているのを感じました。会場全体が幸せな雰囲気に満ちていて、本当に幸せな気持ちになりました。もう本当に綺麗でした。綺麗以上の言葉が欲しいぐらい綺麗で素敵でした。挙式が終わったら披露宴があるので場所を移動します。披露宴が始まる前にまず新郎新婦の2人が登場。今回は外の階段の上からの登場。この日は天気も良くて、青い空と緑も相まって2人が最高に輝いていました。私たちゲストは拍手やシャボン玉で迎えました。ここでブーケトス。恒例なのは新婦さんが花を投げて、それを女性のゲストがキャッチするというものなんですが、今回は新郎さんもやっていました。何トス？プレゼントトス？初めて見たので名前がわかりません。
それから披露宴会場に入ってみんな席について新郎新婦さんの紹介や乾杯をして披露宴が始まります。ここでは食事をしながら新郎新婦さんの結婚をお祝いします。披露宴ではいろんなプログラムがあります。まずは新郎新婦さんの挨拶の言葉、新婦さんの自分が好きな人、家族や友達が一度に集まる場所を作りたかったという言葉に感動しました。確かに結婚式という場以外、自分の家族や友達が一度に集まる機会なんてほとんどないですもんね。私は今後結婚したとしても結婚式はしなくてもいいかなと考えていたんですが、この言葉で結婚式を挙げるのもいいなと思いました。披露宴のご飯美味しかったです。普段食べられないような料理がたくさん。特別感があってパクパク食べてしまいました。ケーキ入刀。結婚して2人が最初に行う共同作業。2人で一緒にケーキを切ってお互いに食べさせ合って、ずっと可愛い可愛いしか言っていない私。本当にこの2人笑顔が可愛すぎません？途中で2人が中座します。中座とは一度退場することです。この時新郎新婦さんは着ているドレスやタキシードを着替えてまた登場します。これをお色直しと言います。その間は2人の馴れ初めや思い出などを紹介するビデオを見たり、周りの人と会話をしたりしながら待ちます。馴れ初めは2人がどうやって出会ったか、どうやって付き合ったか、そのきっかけや過程のことです。馴れ初めは確か N1 レベルの単語なので、ぜひ覚えてください。友達と新婦さんが何色のドレスを着てくるか予想をしていて、私の予想はちょっと暗めのオレンジだったんですが、結果は青。予想と全然違いました。青もシンデレラみたいで素敵でした。素敵と綺麗以外にどの言葉がありますか？ビューティフル？ワンダフル？もう言葉では表せないぐらい最高の結婚式でした。ここでちょっとゲストの服装を紹介。この動画を見ていて皆さん気づきましたか？日本の結婚式では男性はスーツ、女性はパーティードレスまたは着物など正式な服装で参加するのがマナーです。白のドレスはダメだったり、長い髪はアップにしないといけなかったり、もっと細かいルールがあります。私はここに来る前、美容室に行ってセットをしてもらいました。今後日本の結婚式に参加する人はちゃんと確認してくださいね。そして2人のご両親への感謝の手紙。ここが一番感動する場面ですね。結婚するイコール自分が生まれ育った家を出る、家族の元を離れるということなので、ちょっと寂しく感じますね。それも覚悟で結婚を決めた2人、いつまでも幸せにいてほしい。挙式と披露宴が終了。だいたい 2,3 時間ぐらいだったと思います。その後場所を変えて二次会会場へ。二次会とは最初のメインの集まりが終わってから場所を変えてまた開く集まりのことです。ここでは新郎新婦さんの他の友達と交流したり、ゲームをしたりして盛り上がります。ここでは新婦さん黒のドレスを着ていました。センス大好き。二次会が終わって結婚式に参加した一日も終わりました。幸せをいっぱいもらいました。久しぶりに友達と会っていろいろ話せて楽しかったです。最近結婚式に参加したい欲がすごくあるので、誰か結婚式を挙げる人呼んでください。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございます。また次の動画で。じゃあね。